皆さんこんにちは。フェリシティです。ホビーオフやハードオフなどで購入したトミカやゲームなどを紹介する動画の68回目です。今回は2025年8月1日から2025年10月31日までに購入したものを紹介します。割と最近とした短いスパンですけど、基本的にはもう9月ぐらいまでにはもう結構だいぶ集まってたんですけど、ちょうどいい感じなので、ここで区切ってお送りします。まずは少ないゲーム関連のものから。はい。任天堂スイッチの純正ドック。こちら、最近ゲオで480、税抜き480円以下のゲームソフトや主演機が110円という、100円、プラス10円、110円ということで、売られていたので、これ、純正のドックはいくらあってもいい感じなので、110円はすごく安かった。多分、全国でもこれ買って紹介してる人はいると思いますけど。いやー、もう一個買っておきたかったですね。テレビのそばに置いとくだけでも、用途が広がると思います。110円。同じく、同じセールから、PS3 の D 端子ケーブル。これも純正ですね。純正なのか。純正だと思いますけど、ソニーって書いてるから。ゴールドメッキで、物はいいものだと思う。こちらも110円。いいんですけど、D 端子ケーブル、今更使わないと思いますけどね。コレクション的な要素、これは。続けて、これ PS4 のについてくる純正 HDMI ケーブルですね。もちろん、4K 対応してるんで、110円はすごく安いです。こちらも、同じセールの、マイクロ USB ケーブル。マイクロ USB ケーブルってすごく、相性があるんですよね。なかなか PS4 についてたものとか、他のものでは、だいたい効かないんですよね。なので、これおそらくPS4 についてたものだと思うんで、マイクロ USB ケーブルってすごく、脆くて、いくらあってもいいと思うんで、110円はすごく安かったです。1店舗しか行ってないんで、そんなに、いろんなとこ回れてないんですけど、その中でも、一応変えてよかったねってことですね。最後。こちらは、電源ケーブルですね。メガネタイプの。こちらも、ゲーム機の電源ケーブルはだいたいこんなタイプなので、110円は普通の値段ですけど、良かったです。合わせて550円で、これだけのことです。ちなみに、中古とか関係なく一番最近購入したゲームはこちら。PS5 のドラゴンクエスト 1&2 ですね。イオンの特典のカードがついてきました。スイッチ2持ってるんですけども、スイッチ2って、日本語、基本的には日本語オンリーの機械なんで、こういう多言語入ってるようなタイプは、絶対スイッチ2では買わない方がいい感じしますね、個人的には。なかなか価格差がありますからね、全世界対応版というわけで、PS3 の、PS3 じゃない、ドラゴンクエスト3も PS5 版を購入したんで、データの観点からもこちらを購入ですね。続いては、メディア関連のもの。ブルーレイ、ハイビジョン、ニュー自動車スペシャル100。こちら330円ですね。もちろん、トミカとかの、こともありますけど、乗り物のいろんな多種多様にわたる乗り物の動いてる様子とかがわかる。それがブルーレイで見られるならいいですよね。ただこれどうなんだろうな。ちょっと指紋とかはついてるけど、拭けば大丈夫ですね。トミカとかの塗装とかもする場合も参考になるので、良いです。330円。
CD、森口博子さんの一緒に歩いていける。こちら110円。まあ、ディスクは綺麗な方ですね。これは、何年 ?93 年ですね。なかなかこの辺りのディスクは持ってなかったので、110円で良かったですね。続いてはプラモデルですね。機動警察パトレーバーから、タイプ J9 グリフォン。これはいわゆる旧キットに当たるもんですけど、550円ですね。これ定価が、元々の定価は800円なんですけども、再販された時はさらに値段高くなって、今1320円ぐらいするんですかね。どうなんだろう。このラバーパーツがね、プラモデルを溶かすんですよ。グリフォンは、当時購入したものがあるんですけど、ちょっと一部部品が折れてしまって、その状態のままになってますね。これを使って複製して作れば2体できるかなっていう感じもします。550円。続いて、聖戦士ダンバインからオーラバトラービルバイン。こちらも、定価500、今の消費税に合わせると550円なんですけど、440円ですね。再販物です。見ればわかる。ビルバインもね、途中まで作ったのがあるんですけど、こちらも、綺麗なもんですね。440円と550円はとても安かったと思います。続いて、機動戦士ガンダムジークアクスから赤いガンダム。こちら、途中まで組み立ててると思うんですけど、こんな穴埋めとかしてたんですけど、そんな工作必要かなと、思ってしまいましたね。確認したら部品は全部ありました。赤いガンダム持ってますけども、こちら、これ、パッケージがかけ出したんですけど、ジャンク扱いですね。部品はちゃんとありました。で、定価1300、定価2750円税込みのところ、1320円で購入しました。ジフレードとかも同じ値段で売ってましたね。同じような感じのものが。ビットが4個になるなと思って購入したんですけど、ビットのセット出るみたいですよね。物はちゃんとしてるんで、作るんだったらこっちを作りますね。続いて同じようなもので、ジャンク880円。こういう、中が見えるような状態で、パッケージされて売られてました。こちらは、聖戦士ダンバインから HG ダンバインですね。元々の定価は1000円全抜き。これが880円です。なかなかこれ、HG 新しいの出ましたけども、これはこれでいいので、880円はとてもいいです。ただ、これは持ってるんです。同じもの。近くにカリウム入りだけしたものが残ってます。置いてあります。これも部品確かめましたけど、すべて揃ってます。組み立てるとこういう感じになるものですけど、新しい HG の方も含めて作らなきゃなというところですけど、最近 MG ダンバインも買ってしまったんですね。届くのまだですけど。なので、ダンバイン、エルガイム、いろいろ作らなきゃなというところです。続きまして、550円で、長谷川の、レースクイーンフィギュア。
24分の1ですね。こちらは、定価が990円らしいので、550円ならいいかと思って購入しました。他に、同じ値段で、バブリーガールズフィギュアっていうのがありましたけど、それよりはこっちの方がいいなと思って購入です。12分の1のグラビアアイドルフィギュアというのが売ってました。同じようなのが売ってましたけど、それは2750円でした。まあ24分の1はこのぐらいのサイズですね、大体。まあ、あれですね。これで990円はすごく高くなりますけど、まあ550円ならいいかというところですね。メカールはまだ生きてます。メカールは袋に入れといてほしいですよね。まあ24分の1だと。まあ車は普通24分の1なんで、ホンダ N360 の隣にでも作って置いときたいところですけど。プラモデルはこんなとこですね。まあ続いては別に紹介しなくてもいいんですけど、110円で、キヤノンのプリンターのインク。こちらも110円でキヤノンのプリンターのインク。シアンとブラック。うちのプリンターがですね、2007年購入で18年使ってることになりますね。まだ生きてるんですよ。キヤノンのプリンターの MP610 ってものなんですけど、一度修理したんですけども、それはね、互換インクを使ったことによる故障だったんですよね。やっぱり互換インクはダメです。純正インクを使い続けないと長持ちしないです。なので、このプリンターのインクとかも結構オークションとかでもまとめて購入したりもしてましたし、今までもしてます。次壊れない限りは使い続けたいですね。トミカも、そこまで多くなかったんですけど、ちょっと、これってってもそこまで長い距離じゃない。100キロちょっとですけど、その時の帰りに、ホビーオフの岩見沢店とかで購入したものですね。で、まず、550円で、複刻版実写縮小カタログ付き、マスダロータリースポーツヒストリー、ニューサバンナ RX7。このパッキングはどこでやったものなんだろうな。もともとこの、本屋で売られてたタイプなのかなこれって。元本とか書いてるから。ひょっとしてこれって一度も開けたことないのかなどうなんだろうな。新品と思わせといて、実は店でパッケージしてたってものも結構ありますからね。もともと800円のものが550円で一回も開けてないならすごくいいんじゃないかと思いますね。実写のカタログが付いてるっていうのはすごく魅力だし、これはすごく安く買えたんじゃないのかなと思いますけど、中身見たいところなんですけど、ちょっと状態がわからないので、保留。珍しく880円で購入。日産スカイライン。スカイラインシルエットですね。スカイラインターボシートの一部でした。プレミアムでは出てますけども、リミテッドではちょっと持ってなかったので、880円はちょっと定価を超えちゃいますけどね、元の定価。通してた時は735円だったんですけど、これはいいなと思って、箱ないですけどね、購入してしまいました。こちらがプレミアムで出てくるものですけど、遜色ないと思いますよ。むしろタイヤの疾患とかは絶対こっちの方がいい感じします。こちらは、動画でも紹介したことのある、メタリックタイプの同じプレミアムなんですけど、リミテッドのやつ持ってなかったので、ちょうどいい。これは良かったと思います。ちょっと880円高いかなとも思ったんですけども、一応日本製の、よくパトカーであるのは、ブラウンスーパーデラックスの一番最初に出た6台のパトカーはあるんですけど、これはそんなに持ってなかったので、ちょっと高かったんですけども、購入してしまいました。ただこれ、昨日別の店で、中国製が330円、550円か、で売ってますね。
まあこれセットものの可能性もありますけどね。30周年の時に。まあそれでもまあこれは好きなクラウンなので良かったです。オフハウスでの購入でした。同じオフハウスで T 型フォードの、コマーシャルバンピっていうのかな。比較的状態が良かったので、500、あまり人気じゃない車なんでね、これ。550円で売られてましたけど、一緒に購入してしまいました。同じオフハウスで、ちょっと値段合わせのために、購入。110円のフィットシャトルですね。ちょうど、縮み時期に入っていたトミカですね。小さいです。縮みミニカーといえば、最近、プリウスアルファが、タクシー、公共タクシーとかの映画で、タカラトミーモール限定だってすぐ分かんなかったですよね。売り出してましたけど、縮みのやつかと思ってちょっと様子見してたらもう売り切れてしまいましたね。買ってくばよかったかな。トミカミュージアム公共車間の M12 の三菱キャンターグリッドスイーパー。ほとんど出してないので状態はいいですね。なかなかこれ、たまに見かけますけど、そんなに手に入るものじゃないんで、550円は箱付きラッキーと思って購入しました。いろいろたくさんありました。同じような感じのトミカミュージアムレースカーカー M24 のホンダシビックラリータイプ。これも状態がとても良いです。タイヤとか塗ればかなり印象変わると思うんですけど、いや、メッキが使われてていいですね、本当に。裏板も輝かしい。やっぱメッキ使ってるトミカは、もう一味も二味も違うと思います。この辺はいくら精密感が増しても、塗ってるだけとはちょっと違うと思うんですよね。通常のシビックとは違う、このフォグランプがついてる仕様もいいですね。550円です。いわゆるクジラと呼ばれるクラウンのパトロブカーですよね。愛知県警。裏板も輝かしい。メッキパーツもいいです。こちらも550円はすごくラッキー。35周年の時に出すと思うんです。今から20年前ってことですよね。トイズドリームプロジェクトの憧れの名車セレクショントヨタ 2000GT。箱痛みってありますけど、550円でこのトヨタ 2000GT はすごくラッキーです。持ってますけどね、これ。トヨタ 2000GT のことを扱った動画で紹介してますけど、クリアパーツや、ウィンカーの塗りとか、非常に綺麗な白い色のトヨタ 2000GT。ヒストリーセレクションとか、スペシャルセレクションが出た時に、あっちをこき下ろすために使用したトヨタ 2000GT ですね。唯一テールライトが塗られてないっていうのが残念なんですけど、メッキパーツ使われてて、いい 2000GT です。ポケットモンスターのポケモントミカ。ちょっと箱傷んでますけど、プラスルカー。これ、前回あたりで、かなり状態の良いものを入手できたと喜んでましたけど、こちら、箱付きでついに入手。550円。これもとてもラッキー。
ちょっと箱は傷んでますけど。とても良いです。同じく、マイナンカ。こちらも箱あり、ほぼ新品状態で購入できて、ラッキー。また、大体当時の価格として550円、500円ですけども、定価、税抜き。定価で購入できたと思えば、本当に良かったです。この、今まで、ひどいジャンク状態のものから始めて、ついに、箱ありの状態のものにたどり着きました。お金払えば当然、いくらでも手に入ったんでしょうけどね。珍しい、400円 ?440 円という価格帯のトミカですけど、結構傷んでますけど、こちら、メイドインチャイナなんですね、これ。ただ、ドアミラーついてる、カーボン仕様なんでしょうけど、この黒い色の RX7 のいわゆる FC、そこそこ珍しい感じなので購入してしまいました。なかなかね、ドアミラーついてるものを探すだけでも難しくなってきてますから、今は。440円です。走っちゃう。330円で、ランボルギーニアベンタドール。これはセットものに入ってるやつですね、この色。だから、セットものじゃなきゃ手に入らないから、ちょっと単品で330円でしたの買ってしまいましたけど、実は同じホビーオフに、一昨日っていうか何日か前に見たら、このセットそのものが、箱で1100円で売ってたんですけど、あれ中身がどうだかわかんないですけど、どうなんでしょうね。ここはちょっと、ハゲがあります。同じようなものなんじゃないのかなと思いますけど。その値付けからね。ただ箱があるだけで中身はひどいってものも、よくありますからね。これはこれで良かったです。220円で、ホンダ NSX-R。こちらも、220円ぐらいでこの、ライトがメッキ部分の NSX。いいなと思ったので、購入です。これトミカ工場ですかね。組み立て工場。なかなか今だったらクリアパーツにされてしまうので、やっぱりメッキパーツの方がいいです。こちらダイハツウェイク。こちらもトミカ組み立て工場ですね。で、同じウェイク、何年か前に行ったトミカ箱で作りました。黄色いのを作りました。状態が良くてこれ220円だったので、購入です。でかいですね。赤いガンダムのところに赤い車を並べておきましょう。220円で、フェラーリ F1 ですね。かなり、塗装のハゲが目立ちますけども、それを差し置いても、マルボロのマークや、フェラーリという部分が大きいですね、すごく。こっち側のシールがなくなってるんで、微妙なところです。上からうまくタッチアップできればいいなというところですけど、これはね、どうなんだろうね。フェラーリとして出たやつなのかな。それだったらすごくいいんですけどね。F1 のセットで、ボディを流用したフェラーリなら、1、2台か持ってるんですけど、これナンバー11ならナンバー120ってなってますから、とりあえず220円良かったです。以上が今回購入したものですね、大体。漏れはないと思います。多分。550円で、アピタユニオリジナルのトヨタクラウンタクシー。アピタユニオリジナルでクラウンタクシーは珍しいですね。パトカーかと思ったら。名古屋タクシー。
メイドのチャイナ。こちらは、さっきのパトカーは、ジャパンですけど。こんなにナンバーが併記したのは、なかなかないですよね。今、当時、今ではありえないことです。このドアの閉まり方。結構動画でも何回も言ってますけど。いいですね。これ当たり前のように紹介してますけど、すべての撮影をして、終わりの挨拶をしてから、これ紹介してないと思って気づいて紹介しました。トミカに関してはこの標識セット、二つのやつがこれ、前のやつですけども、この現行のやつがね、あとこの、ホンダ S660 の、ブルーホンダ、ブルーです。が集まれば、紹介動画作りたいんですけどね。なかなか再入荷とかもまばらなんですよね。本当に。揃えるのが大変です。あとカタログね、毎年出してますけど、これ10月15日ぐらいにもうカタログ手に入ったんですよ。トミカの発売日前に。だからすぐ紹介しようかなと思ったんですけどね、トミカ抜きで。時期的にもちょっと2025年のトミカを並べられる感じじゃないんで、カタログだけでね、さっさとやった方がいいのかなって感じがしますね。最近出たセットモデル、メタリックカラーコレクション、これもカラーが良さげだったのですぐ買いましたけど、最近買ったローソンのオリジナルのスカイライン、イオンオリジナルのプレミアムのプレリュードもありますね。イオンオリジナルのトミカプレミアム、本当に直前になってからいつも発表されて、最初に出たシルビアを買い逃したのが大きいですね。残念ですね。これって紹介したかな？北海道を走る道南バスというバスの日のセレが1台が高いですよね。プラス送料が。はとバスと、JR バス、関東のハイウェイバス。この3台を買って、送料を含めると4000円超えるとか信じられない状態になってましたけど、1万円以上購入すれば送料無料になる。そんなバスを何台も買ってと思っちゃいますよね。転売屋の思考だったらそうはならないのかもしれないですけど。プラモデルだと最近プレミアムバンダイでたまたま運よく買えたセーラ専用軽キャノンとか、これもね、組み立てるだけでも配信で作ったりしたいんですけどね。なかなかその時間割りやってる。ちなみにさっきのローナンバス、この日のセレガもわざわざ縮みバスを出されたんですけども、これはちゃんと元の大きいやつでした。クラウンパトカーとかセレガとかわざわざ縮みになったやつを出してくるんで、何考えてるのって感じ。これから冬に向かうにつれて、外に出かけることもそんなに多くないんで、プラモデルとか、インドアの作業、ゲームもそこそこやって、インドアの作業に費やせるかなって感じですね。動画制作とか。それまでは雪が積もり始めるはなんとか自転車乗れるだけは乗りたいところですけど。ただ、その分、今回の紹介機会もあと1回、今年中に1回あれば、この動画の紹介機会もあと1回あればどうかというところですけども。なんとか、いいものに巡り合えればいいなと思います。それでは、どうもありがとうございました。また次回お送りします。失礼します。